はーい、リリーチャンネルナルトネイリストゆかです。前回アップした動画は少し細かめのマーブルを作りました。でこちらの動画では、大きめのマーブルを作っていきたいと思います。やり方は2種類あります。では早速始めていきます。あらかじめこちらはピンクを塗ってあります。地爪と同じような感じの色ですね。準備するものがホワイト、こちらですね。セリアのジェルとベイクドピンク、少し暗めのピンクベージュみたいなものですね。それから、トップですね。そして今日は筆がこういった感じのアーモンドっぽい感じの筆使っていきたいと思います。2種類あるのでこの筆がなくても全然大丈夫です。では始めます。まず地爪の上にベースコートを塗って、硬化した状態です。でその硬化したものだとジェルが動いてくれないのでマーブルにならなくなってしまうので、ジェルを動きやすくさせるように少しジェルのボトルの縁でしごいて薄く塗布していきます。そしたらこのまま作っていきます。硬化はしません。そして最初に白を塗っていきます。白を落とします。なんとなく前回のマーブルとは違って少し落とす色を広範囲で落としていきます。そしてこちらのピンク、も少しだけボトルの縁でしごいてこの白の隣に重なるように塗ってあげます。であまりにもこのピンクとか白が多すぎたりボテッとしすぎてしまったりすると硬化不良ですね、起こしてしまってシワシワになったジェルで出てくるんですね。それはもうその後いくら硬化しても硬化不良のままになってしまうので、もうそれは失敗になってしまいます。なので最初から適量、本当にぷくっとのせないようにしてあげてください。こんな感じで最初はこちらの筆を使います。でこちらの筆はしっかりベースジェルをなじませてあげるといいと思います。そうすると動かしやすくなるんですね。あまり硬いと線でラインインクで使ってるのと同じになってしまうので、なるべくこの筆少し広げた感じで、そしてちょっと白が多めになっているのでピンクから動かします。ピンクから白に向かって動かしてざっとピンクから動かす。これがなんかさっきの、S 字と違ってそんなに動かす、形が決まってるわけではないです。ただ混ぜすぎると意味がなくなってしまうので混ぜすぎないように。で横っていうよりは斜め下とかに動かしてあげると綺麗に混ざるかなと思います。ちょっと塊になってるところとかあってもいいのかなと思います。こんな感じです。ではちょっとこれを拭き取ってで次のやり方をやっていきます。次はセリアの筆だけで作っていきます。一度拭き取ります。では先ほどと同じようにこちらの縁でしっかりしごいて、で爪には薄く塗布していきます。そして薄く塗布したら先ほどと同じように白からのせていきます。ちょっと大きめなドットで作るような感じですね。
そしたらこの白の隣にピンクをしっかり置いていきます。こんな感じです。そしたらこの場合はじゃあ白を使っていきましょう。では白のこのボトルの縁でしっかりジェルを落としたら、こちらでもしっかり拭いてあげます。そうするとこのような状態になります。扇形のような状態になってます。これをピンクから動かします。ピンクから斜めにざっと。あまり筆圧をかけすぎるとこうやって拭ってしまうので、少し軽くですね。上澄だけをこう動かすような感じ。そしたらちょっとこの辺が液体がなくなってしまったので、一度こちらについてるピンクですね、ピンクをしっかりここで取ってあげて中に入れます。でそのまま動かしてあげてもいいし、また先ほどみたいに取ってスッと動かしてあげてもいいと思います。少しやっぱりこうやってこう塊が残ってあげてる方が綺麗かなと思うので、この塊を少し残してあげるといいかなと思います。この辺の塊とかも欲しいかなと思うので、なんとなく。こんな感じで、筆によって全然ぼかし方というか混ぜ方が違ってくるので、なんかこういう筆でもいいですし、こっちの筆でもいいですし、綺麗にできるものを使ってあげるといいかなと思います。ではこれで硬化いたします。でこれに、ラメを入れたい方は全然ラメを入れていただいて構わないんですけれども、ラメの入れ方としてはこれもザッという感じにこうハケを動かしているので、それにちょっとこう沿ってあげて、こう模様に沿ってなんとなくこう入れてあげると綺麗にいくかなと思います。流れができるかなと思いますので、こんな感じであまり入れすぎないように入れてあげると綺麗かなと思います。もう一度硬化します。はい、ではこれにトップを塗って終わりです。トップコートを塗って終わりです。カラーの混ぜ方なんですが、カラーの作り方っていうのはまた違う動画にアップしていきたいと思います。私は今カラーをセリアのカラーは5色しか持っていなくて、近くの、セリアで売ってなかったんですね。でそこはもう5種類しか販売がないみたいなので、ちょっと色がないんですよね。なのでそのカラーの混ぜ方っていうのはまた違う動画にアップできればいいかなと思っています。ご視聴ありがとうございました。また見てね。